まさかのパート3に突入した今回の動画。怪しい体、泥だらけの佐々木。何今の雑な子ら。少女の死、燃える老婆。くくり姫とは何だったのか。そして明かされる火災愛の生い立ち。じっちゃんの名にかけて真実はいつも一つ。ヨウムですいろんな探偵が混ざってる。まずヨウムの職業今回弁護士だろ。六法全書と傘で殴る弁護士です。それ多分弁護士じゃないわ。若干優しいバーサーカーとかだわ。火災愛の生い立ちだけはどうしても気になるアリスよ。なんで今からスタートなのに予告始めたんだろうともこうです。それは雨の降る寒い夜の出来事だった。絶対今火災愛の生い立ち話し始めようとしてるだろ。このまま進行すると動画開いてくれてた視聴者さんが困惑するよ。大丈夫ですよ。すでに全員困惑しているはずですから。というわけで堀内が話し始めるところからスタートします。それで話っていうのは？私少しお手洗いに行ってきますね。なぜこのタイミングなのかしら？ 3 人で話を聞くよりもなんか別の行動した方が情報が拾えるかなと。まともな考えだな。ヨウム自体はまともじゃないけど。失礼な。それではヨウムさんは出て行き堀内は話し始めます。実は俺は1年前から暴力団の外堀組で若頭の運転手をやってるんだ。ここで突然の急展開だな。ある日若頭から命令が出たんだ。堀内少し仕事をしてこい。菊沼村に荷物を運べ。あとはタイというばあさんにトランクの鍵を渡せ。深く考えるな知ろうとするな。なんだか怖くなった俺は必死に考えないように車を発進させた。神社の前に不自然に止まってた台車は彼のだったのね。道中トランクから恐ろしいもんが聞こえちまった。そいつは着信音だった。俺の聞き覚えのある着信音だったんだ。挙句の果てにタイから積み荷が逃げたから時間がかかるとか言われるし。聞いたことない話ね。食事の時堀内が呼び出されてたのはこれだったか。アリスがファンブルしてひっくり返ってた時の話にょんね。その説はすみませんでした。おかしな殺人に燃え続ける老婆。俺はこの村が怖くって仕方ねえよ。貴重な話をありがとうな。この話で少し真実に近づいた気がするよ。静香の殺人の犯人はこいつだと思ってたけど違いそうだな。それにしても謎が増えたわね。荷物は死体って認識だけど。消える死体ね。どっかで消える死体の話でなかったっけ？思い出せない。では外を散歩中のヨウムさんに視点を移しますね。にょん。天気が良くて星空も綺麗ですね。その声はヨウムさんでしたっけ？こんなところに上質なロリが。ヨウムは本当にブレないな。もちろん悪い意味で。そこはいい意味でしょ。それでこんな夜更けに外でどうしたの？なんだか寝れないの。あんなことがあったらそれは当然のことだよ。何も困ったことは起きてないんだよ。みんながみんな嘘つきなんだ。お姉ちゃんが死んだはずなんてないんだ。認めたくないかもしれないけどお姉ちゃんは死んだんだよ。さっきはこの問題から逃げたけどもう逃げずに事実を告げなきゃいけないにょん。嘘よ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 。お姉ちゃんが死ぬはずないんだ。そうよ。たとえ死んでしまっても帰ってくれば、携帯すれば、帰ってくれば、そこにいれば、それでいいのよ。違うんだ。死はいつか誰にでも訪れるものだ。だからこそ精一杯人間は生きるんだ。止まっちゃいけない。お姉ちゃんの何がわかるのよ。カナエは逃げるようにその場を去っていった。私は何をしているのでしょう。ただロリと仲良くなりたいなら同意しておけばよかったのに。でも何か伝えなきゃいけない気がしたんですよね。考えていても仕方ないですし一旦二人のところに戻りますか。かなえちゃんには明日に謝ってもう一度話ができるといいんですけどね時間軸的にもう1行動くらいできますけど何かしたいことはありますか？あとはこの神社の立ち入るなって言われた本殿を漁るくらいか？極道隊の秘密と佐々木の過去に迫るわね。探索場所として神社本殿と倉庫があります。順当に考えれば本殿からね。意義なし。それでは二人はこっそりと神社本殿に足を運びました。とっても雰囲気のあるところね。夜の神社に勝手に侵入。何も起きないはずもなく。なんでそんな脅すようなこと言うの？やめてよ。アリスはホラーとか苦手なのか。うるさい。かわいい。かわいいにょん。かわいい。三人とも急に黙ってこっち見て笑うとか怖いんだけど。というわけで何か情報を拾いたい場合目星をお願いします。どういう場合かはよくわからなかったけど了解よ。夜の神社がどうした？アイアムスーパーウーマン。思い出したかのようにアメリカ人要素出してきた。ではまず最初に通常の成功で発見できたものから出していきますね。まず最初にご神体です。ご神体は多面の蛇である。頭の数は優に20を超えている。次に日本刀。日本刀の刀身には呪言が刻まれている。静かの殺人にも使われてたな。殺人に使われていたものと違いこちらは彫刻として文字が刻まれている。こちらがクオリティ的にオリジナルって感じね。
次に高さ100クム、直径60クムほどの木桶が複数個置いてあります。中には毛髪などが落ちており人が入れられていた形跡がある。そして桶の一つには静香の死体が入っている。それは普通に驚いた。桶に火葬前の死体が入っているという認識で桶だけに。そして最後に床をよく見ると泥が残っている。ここに泥が落ちているわよ。順当に考えたらここにも佐々木が来たってことか。佐々木の目的って一体何なんだ？そういえばクリティカル効果なんですけど。時枠。3個のガムテープを発見します。我らガムテープ三重視。なんで？こんなもんですかね。本当に？探索者たちは神社の倉庫を訪れました。扉を開けると中には紐について鈴があり中に入ろうとすると音が鳴り誰かに気がつかれるでしょう。ここに使うためのガムテープか。キーパー、鈴にガムテープを貼り付けます。それではガムテープを貼られて鈴は音を出さなくなります。画面のガムテープ占有量がすごいわね。人生で二度と使わなそうな文脈。そんなこんなあり二人は無事に倉庫の中に侵入することができました。目星をしなくてもわかる情報として紐と墨と筆が置いてあります。ここで紐が作られていたのか？隣神社の演技書によれば魔を払うってことらしいが、静香さんにこれが使われてたってことは貨車を誰かが近寄らせないためにくくったのが自然か。他には菊沼神社の演技書があった。読むためには人類学か考古学でお願いします。村に起きた飢饉を旅の僧の助言で神を呼んで解決した。しかしその神の呪いが死んだ後怪物になり、墓を荒らすようになった。そこで巫女がくくりの儀を行い死者を眠らせることで解決された。そんな内容が書かれています。なんとなく今回の話が読めてきたような気がするな。とりあえず探索できるところは探索し終わった感じね。とりあえずここにいて見つかっても仕方ないし帰って寝ますか。翌日朝探索者が客室で話をしているとタイが駆け込んでくる。家内を見てはおりませんか？今朝から姿が見えないのです。しかも本殿で安置していた静香の死体も見つからないのです。ここから推理パートになります。謎を解き明かしこれからの行動を決定してください。行き詰まったり何か聞きたいことがあれば遠慮なくお願いします。じゃあまず今ある謎を整理するか。まず結局佐々木は今どういう状態かってことだな。まず佐々木教授が現れた時は初日、こちらを覗いていた時、2階を見てたな。次におばあさんが焼け死んだ時よね。菊沼神社の演技書が事実なら老婆の生命力が高かったのも納得だな。演技書の内容を考えるに死んだ後墓を荒らす。そして死体を運んでいくのが貨車。つまり、おばあさんが炉に入ったのは貨車になりたくなかったからで佐々木は貨車だ。佐々木は沼から死体を探しに来ていたのね。佐々木がいたところに泥が落ちていたことや死体を安置してある本殿に泥があったことも証拠になります。とりあえず佐々木については分かったし次の謎はこれよね。これには2つ疑問がありますね。1つ目に殺した犯人。2つ目に受験の紐でくくられていたこと。犯人は隣神社で刀に受験を移してその時にタバコの吸い殻を落とした。タバコは珍しい銘柄だったはずです。キーパー、とりあえず堀内に聞いてみてもいいですか？ダメだったらタイに聞いてみます。何か用か？このタバコを吸っている人物に心当たりは？確かこのタバコは俺にここに荷物を持ってくるように命令した月島さんが同じ銘柄だったはず。ということは、犯人はその月島さん。動機がわからないけどとりあえずそう仮定しよう。そうすると後はくくられていたってことだが、佐々木が2階を前日に見てたっていうのがヒントになってるよな。佐々木を貨車だとするなら死体になるやつを取りに来たってことになる。つまりもともと静香は死んでいて復活していた。そこから貨車になってしまうところくくられてなっていなかった。そこに今回おそらく月島が日本刀で半分貨車の静香を殺した。これで全て月島の動機以外の謎は解けた。静香をくくっていた紐が不完全なのは貨車にもならず死体にもならないためってことね。くくることができるのは本家の人間だけならやったのはかなえか。昨夜話した感じからそれは間違いないと思います。彼女は姉に固執していました。どうにかして姉を復活させようとしていると思います。確か演技書には沼の神がこの事象を引き起こしたとあった。かなえは沼に行って静香の復活を目論んでいるんだろう。佐々木教授も沼に死体を運んでいるはずですし沼に行くことが今後の目標になりそうですね。それでは今後の方針が決まったところでタイが話しかけてきます。話し合っていたようですけど何か家内に関して思い出したりしましたか？思い出したことは少ないが分かったこともある。あなたたちは暴力団と繋がって死体の処理をしてきた。貨車も沼の神もくくりも本当に存在するものだ。そして静香は昔に死んでいてそれをくくって生きながらえさせていたんだ。
もこうさんがそう告げると隊は全て分かったのかと観念したかのように話し始めた。皆様の言う通りでございます。私どもは外堀組から死体を受け取りくくって処理しておりました。ある時死体を運んできた車が静香を引き殺しました。かなえはそれを受け入れることができず静香をくくって生死の境につなぎ止めました。静香の死の秘密を知った佐々木さんを私たちが殺しました。これが真相でございます。裁くなら私めを。罪を償うのは後よ。私たちの推論が正しければかなえは静香さんを復活させるために沼に向かっているはずよ。しかし神の眠る沼の場所は本家の人間を含め誰も知らないはずです。一つだけ沼の場所を知る方法がある。沼に死体を運ぶ貨車なら場所がわかるんじゃないか。つまり、かなえは自殺して自分が貨車になって沼の場所を暴いたんだ。そんな、私があそこで止めていれば、今悩んだって仕方ないわ。沼に行って貨車たちを眠らせてあげよう。しかしどうやって沼の場所を探るおつもりですか？私に一人だけ貨車になりたての人物に心当たりがある。堀内が運んできた死体だよ。堀内が電話をかけたら出るんじゃないか？着信音がトランクから聞こえたって言ってたし。探索者たちは堀内に声をかけます。堀内さん少しいいかしら？どうしたんだ？あなたトランクから知った着信音を聞いたと言っていたわよね。あれは確かに先輩の二谷さんの着信音だった。その方に電話してもらえるかしら？それくらい構わないが。堀内が二谷に電話をかけると男が出ます。二谷さんですね。そうだがあなたは誰だ？あなたの身に不可解なことが起きていますね。助ける手伝いをするので今いるところを教えてもらってもいいですか？どっちみち組の裏切り者の俺はあんたを信用するしかないわけだ。二谷は観念したかのように居場所を教えた。それは村からほど近い山の中だった。それなら私たちもついていきます。沼ごと焼き払って全てを終わらせる。そう言うと隊は村人たちに声をかけポリタンクを持ってついてくる。いよいよ最終決戦にょん。探索者たちは二谷と合流した。俺が二谷だ。私が聞きたいのは一つだけよ。あなたが来た沼の場所よ。それさえ知ることができればあなたはこの村で生きることができるわ。こいつは貨車だしいずれ始末つけなきゃじゃないのか？嘘も方便よ。それでは二谷は沼まで探索者一同を案内してくれます。二谷は最初は人間的に案内をしていたが次第にろれつがおかしくなりふらふらと吸い寄せられるように沼にたどり着いた。沼の縁には静香の死体が倒れていた。そばには沼から引きずり出された形跡がある。近くには佐々木源三が木にツタで縛られていた。誰がこんなことを？探索者たちが付近を見て回っている頃にも村人たちは沼に軽油を撒いている。軽油を巻き終わったら佐々木さんも静香も全て沼に返し火を放つということでいいですかな？そうして沼に軽油を巻き終えた頃森からかなえの首元にナイフを突きつけて男が現れる。俺に覚えがあるか？あんたは月島。覚えてるなら結構。急展開。これで忌々しいもの全て消すことができるな。一体どういうことだ？見ない顔だな。しかし俺にとってはどうでもいいことだ。村人全員この沼に入れ。さもなくばこの子を殺す。村人たちは沼に入っていきます。探索者たちはどうしますか？あれ？確かかなえってもう死んでるんじゃなかったかしら？探索者がそう告げると途端月島は何かに怯えるようにかなえを話しました。とりあえず一件落着ですか？探索者たちがほっと一息ついた時、かなえがおもむろに沼に入っていき何か呪言のようなものを唱え始めました。止めろ。探索者たちが止めると多勢に無勢わずかしか唱えることは叶わなかった。かなえの栄唱が途中で止まったことに探索者たちは安堵する。その時沼が鼓動する。沼底から触手が現れた。お姉ちゃんを助けて。かなえは懇願する。触手はその声に反応したのだろうか？触手は首をもたげると、かなえに襲いかかった。あなた方が止める間もなくかなえに絡みつきそのまま沼へと引きずり込んでいった。そうしてかなえが戻ってくることは二度となかった。タイは沼を焼いた。自分の孫たちに別れを告げた。堀内は覚悟を決めて呪言の刻まれた刀で二谷を殺した。ごめんな佐々木。これは終わった物語。すべて手遅れな物語。誰も救えぬ物語。ただ終わりの物語。すみません。父の死について調べていただいて。私は佐々木の死の真相をすべて話した。そうでしたか。父は死者との決別について知りたいと言っていました。親しい者が亡くなった時どう立ち直ればよいのか。だからこそかなえさんを見過ごせなかったのではないかと思います。父はこう言っていましたよ。
くくりというのは一般には、死者を目覚めさせないものだが、私はこうも思うのだよ。残されたものに死者は目覚めないと強く認識させる意味もあったんじゃないかな。とね。